皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球チェーン袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。フォアドライブのつっつき打ちが簡単に持ち上がる方法を皆さんに伝授したいと思います。これはですね、私自身6年間指導して一緒にいろんなこと、レディースの方、一般の中高生の皆さん、そして私自身、ドライブの回転が強くかかってギュッと勝手に持ち上がるような簡単なやり方を今回発見することができました。ぜひご覧ください。まず一つ目、実はつっつき打ちの簡単に持ち上げる秘密は、ラケットの角度にまず秘密があります。ライト直角にしてみてください。だからしっかり開けるっていうことが、皆さんまず大事になります。なので、面をちょっとかぶせながらドライブでつっつき打ちするっていうのは、ちょっとやっぱ、レベル的には中級者の上の方から上級者っていうことなんですよね。で、私たち一般の選手はどっちかというと、こう面を起こした方が、単純に下回転はボールがこう当たった瞬間落ちますので、面が起きてドライブする方が上がりやすいと。スタンスが狭い人はこう突っ立った状態になるので足が入らないんですよね。だから溜めてるって言ってもって足使ってないです。手打ちバチッ、これじゃダメ、もう切れたつつきは上がらないんですよね。ですけど肩幅より広くする。そうすると膝が勝手にもうサスペンションみたいな役割を果たして、もうこういうスタンバイ状態ですね。サスペンションみたいな感じでパワーがこう移動しやすい、伝わりやすいような状態にしておいて、その状態でグググググッと、これでようやく右膝に溜めることができるんです。なので肩幅より広くするっていうのが大事なんですよね。で、手順の2つ目は今度はつつき来た時右膝にグーッと落とす、右膝を落とす、グーッと溜めます、しっかり溜めます。でこの時にラケットは先ほどの手順1つ目の台と直角のままでこう置いといたところで膝を落としてみてください。この状態で皆さん右膝を落とすとどうなるかっていうと、ラケットを動かさないで右膝を落とす、せーの、ラケット落ちますよね。皆さんつっつき打ちで大事なのって、よく失敗するミスる方は結構やっぱそのまま平行スイングでドライブをかけようとする方が多いんで、平行直線でこうやっちゃうんですよね。これスイングスピード速い方、面かぶせてスイングスピードかける感覚がある方がやっぱ得意なんですけど、パワーがいるので実際は下から上に上げないといけないんですよね。スイングフォークはやっぱ下から上、動かさないんです。ラケットは動かさないんですけど、右膝で落とした時にラケットが勝手に落ちるのを確認してみてください。右膝で溜めた瞬間にラケットが落ちる。これが簡単にドライブで今力入れてなくても勝手にラケットが下に落ちてくれました。足の力を利用してうまく落ちてくれました。だから要するに自分は力使ってない状態でいい感じのドライブのフォームになりつつあります。なので非力な方でも勝手に落ちてくれるんですよね。なのでこのパワーをうまく皆さん力のある方も使ってもらうと、このパワー、右膝を落とすパワー、右膝を落とすパワーでラケット落ちます。これでうまくいくんですよね。で今度は手順の3つ目。ここからいよいよこのドライブをつっつき打ちをこう糸も簡単に上げる体の使い方、打ち方なんですけども、でこの右膝でこう溜めます。で右膝溜める。で右膝で溜めてラケットが落ちて、でラケットをこうでこの時に下から上にこすり上げるんですけど、膝のためのパワー、下グーグーグーって今溜めてます。ボールを引きつけて右膝でパワー溜まってます。で一気にガッと解放されますよね。右膝で溜めてる時に溜めて一気にバネがこう出ます。でこのバネと下から上に行くバネとラケットの下から上に行くバネを合わせる、シンクロさせるようにするとびっくりするぐらい簡単に上がります。これ溜めて手が先行って膝が後についてくるっていう感じでやると、こうやって落ちやすいんですよね。パワーがうまく伝わってないですよね。じゃなくて右膝のためとこのラケットが勝手に下に落ちる、このうまく膝が落とした時にラケットが下に勝手に落ちる力を利用して、その利用しながらで膝が一気に上がる瞬間にラケットも同時に下から上にグッと上がると、今みたいにギュッとめっちゃスピンをこれで強烈スピン、ここで足のパワーと手のパワーがボンとバーンとぶつかるのでめっちゃ擦れると、めっちゃ噛み合うという感じになります。でこれでやると力がないレディースの選手もびっくりするドライブがギュワーッとかかると。で男の子たち、男子の子たちも力がある子たちがやってもよりパワフルになると、今まで以上にズドーンっていうつつき打ちが出るという感じになります。ドライブ一番とりあえずつっつきを簡単に持ち上げるドライブ、ちょっと実践的で多いのこうつっつきをごめんなさい、つっつきしてもらっていいですか。これをこうやってドライブでこう上げるときに大事なのはちょっと切ってもらっていいですか。手で振っちゃうとこう切れてるのを腕で振るのは難しいんですよね。手打ちはダメです。回転が弱い。
回転が弱いのでこうゴンってやられた時に上がんないんです。で大事なのはこの膝を落とした時に、落とすと勝手にラケットが落ちます。右膝を落とすと、右膝を落とした瞬間にラケットが勝手にこれで落ちる。で落ちた時に右膝がこう落ちてる、これすごい負荷かかってますよね、この右膝にブーッとパワーが。でこの時に膝が一気に上がると思います、このパワーで。この時に腕が一緒にシンクロすると簡単につつき打ちが上がります。このタイミングが揃う人はずっと上がります、簡単に。これが上と下がバラバラの人はゴンってやられたらこうやって崩しながらこう手だけでこうやって上げよう、乗っけてこう落ちるってことですね。じゃちょっと体入れてやってみます。ちょっと切ってもらっていいですか。どうぞ。こうやってできるんですよね。はい振りの割にうんってやってる割にはうんっていくって感じですよ。だから下半身の力がこう入ればこうやっていくってことですね。この力なんですよ。はい手打ちだとあーって回転に負けるんですよ。回転に負けるです。この上がる時の力と一緒だとこう手上がる。だから楽に結構上がる。これでカット打ちとかも結構比較的上がるんです。だからシンクロさせるんですよ。この右足で溜めて、その上がる時と手が一緒でいくと、その時にパワーが一番出るんですよ。手だけだとパワー足りないです。これだと5割で、膝の上がりを利用すると一緒にもっと速くなりますよね。これでグッと。でこれでこうつっつき打ちでドライブをかけながらやるとこうやって、すいません、ボールの威力は出ると。私自身今粘着ラバーなんで全然飛ばないラバーではあるんですけど、それねここで溜めれば、なのでそういう感じでやってカット打ち、はいはい同じです。カット打ちでもやっぱドライブするときはこう膝を落としてこの上がる勢いと手を一緒にすれば、そしたらスイングが足りなかったとしても足のパワーが入って一緒に協力してくれるんで、それであって上がる。ラッキー点は何か考できるだけ引きつけた方がいいです。引きつけた最初はですね、上のレベルになってくると引きつけなくてもできてくるんですけども、最初はやっぱパワーをちゃんと作らないとこのなんですかね、ちょっとここの時に力が伝わらないんで、だから最初はできるだけボール引きつけてってやると、はい、だんだん力いらなくなってくるとこうやっていけるんですけど、ごめんなさいごめんなさいここと一緒にいけるようなで、ここであと回転をかける意識でグッとかければ回転がよくかかりますので、回転をグッとかけて次狙うって感じですね。はいなので、スピンをかけるとかいろいろ安定させるためには膝を落として一緒に上げるような、手で振らないように皆さん、女性の方もできるだけちょっと入れて一緒にグッと、はい、手でいかないようにグッと、これで持ち上がりますので、はい、そういう意識でやってみてください。はいということでどうですか皆さん、ドライブ結構いい感じに上がってくれたのかなと思います。普通に打つよりも。なのでやっぱ大事な足なんですね、ドライブ打つが。ここがちょっとグッと入れば結構なんとかなるっていうことですね。なので皆さんの多分普通にこうやってる時はそんなつつきが例えば切れてなかったりすると、そこまで入れなくても入っちゃうんですよね。こうやってって言ったら入っちゃうので、それでついついやりがちで強い人だった時に切れてたりタイミングが速かったりして上がんないっていう状況になってしまいますので、普段から多分切れたつつき打つ練習した方がいいと思います。切れてる方がサボれないんですよ。嘘つけないんですよ。ナックルだったらもう下手したらこうやって殴るように打って入っちゃうので、これいつまでたってもドライブが入らないので、ゴンって切ってもらって、それをグッてやっていけば、切れてないボールもグッてやればこう一緒同じようにスピンで、これも上書きなんですけど、上書きしてずっとナックルつつきもドライブで打つことができますので、練習中から切ったつつきを打っとくっていうのは非常に体も使いやすいし、試合も大丈夫ってことですね。ずっと入るってことですね。なのでできたらそういうつつきを打つことをお勧めします。そうすると今みたいに切れてたりするつつきだったら絶対入れないと入らないので、自分でそれを強制させるんですよね。そうやってここ入れないとダメだよっていうのですね。なのでそういう感じでやってもらうとドライブはすごく上手くなります。この下半身と上半身のシンクロが大事なんですよね。ラケットの目を第一つ目の手順の直角っていうのは、これ下から上のスイングはどんな状態でも入れることができるという。なので1と2と3全てがもう理にかなってる、噛み合ってる、合理的に噛み合ってるという感じになります。エネルギーの効率を非常に良くしたドライブの打ち方だったんですよね。
おお、危ない。体のパワーがいたよ。だから大事なのはこう右膝を落としてこう溜めてる最中に引きつけて、で膝のパワーと腕のパワー、下から上に行くパワーをタイミングを合わせる。一緒に膝の行くパワーと腕を合わせる。一緒にガッてやると一気に上に上げる。一気にドーンと下から上にこすり上げる。ボールに対して真後ろ下から上にこすり上げるってやると、どんな切れた球やどんな詰まった差し込まれた突き、切れてる突きも全部ドライブで持ち上げることができるという感じになります。これは本当に非常に簡単にツッツキ打ちが持ち上がってしまうというかなりおすすめのやり方です。私たち一般の選手がフォアのツッツキ打ちでドライブでゴン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 攻めていく、パワーのあるボール簡単に持ち上げてドライブでどん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 攻めていくためには、今のやり方をやっていくとびっくりするぐらいツッツキ打ちがキュッと持ち上がります。ぜひ皆さん、いますよこのツッツキ打ち、非常に合理的、自分の今の持っているパワーの中で最大限にパワーを伝える方法をうまく考えて、今回ツッツキ打ちをびっくりするぐらい上げる方法を紹介させてもらいました。ぜひ皆さん、フォアのツッツキ打ち、今このやり方、足のパワーと腕のパワーをシンクロさせる、これが一番ツッツキ打ちをドンと持ち上げる秘訣になります。ぜひやってみてください。ありがとうございました。